本当にコーチを信頼してそれに沿っていく。やると決めたことはやる、はい、やらないことはやらない。スイーツはまあまあ食べていいからそうそこですよね。金八先生の撮影をしていた荒川でございます。皆さんこんにちは、シンガーソングランナーの水です。荒川5キロ TT 何回もやりました。ここで私は成長していったんですけれども、このうたらんチャンネルでサブ3企画が始まります。それではチャレンジャーご紹介していきたいと思います。日本一走るアナウンサー長谷川智香ちゃん、よろしくお願いします。長谷川智香です。日本一走るということで、はい。どれぐらい走られてるんですか？だいたい平均で月5、600キロ走ってます、ね。平均で月5、600キロ1年そんなに走ってない人もいると思います現在の自己ベストは自己ベストフルが3時間13分33秒、月500キロ600キロ走ってもう速いなと思うんですけれども、実は普段走ってる平均速度みたいなのがだいたい平均するとキロ6分半ですね。キロ6分半走って5、600キロ走ると3時間13分まで到達できるんだね。そうなんですよ。私ゆっくり走って速くなるっていうのをモットーにこれまで4年間やってきたんですよね。まあ3時間13分で走ると、まあ、大体4分40とかそれぐらいで走ってるじゃない、はい、よく走れるね。でそうなんですよね。私やっぱりその坂道の練習をすごくしていて、そこで心肺機能を高めて、そうか、ゆっくりだけど坂道だったわけね。そうなんです。それが平坦だったらスピードが出せたと。そうなんですよ、ね、そういうことですね。で智香ちゃん、今回3月の東京マラソンでサブ3を目指す。頑張りたいね、ずっと言ってたもんね。そうなんです。やっぱりランナーになった時からちょっとサブ3っていうのは目標にしたいなと思っていたところだったんですけど、やっぱりなんだろうな、夢のタイム、全然夢じゃないよ。あと14分でしょ。はい、できるよ。できますかね。はい、今回は黒川コーチにね、またいろいろ体のこと見てもらったりメニュー組んでもらって、しっかりね戦略立ててやっていきます。その中で今までやってこなかったスピードの練習とかもやっていきたいんですけども、今日は智香ちゃんがどれぐらい走れるのかなっていうのをね、はい、どんなもんなのかなっていうのを、まあ、無理しなくて今日は全然いいので、ちょっと今日の全力で5キロをね走っていきたいと思いますので、皆さん智香ちゃんの走りをご覧くださいお願いします。じゃあ智香ちゃん頑張っていきましょう。今回の智香ちゃんのサブ3チャレンジはアミノバイタルさんがね応援してくれてるので、しっかりといきましょう。頑張りましょう。頑張ります。大きくポン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 。スタート前にウォーミングアップと流しを入れます。智香ちゃん初めての流し。3本走っていきます。初5キロ TT か。ランナー人生初の。そっか。これがね参考にね、はい、ように精一杯やりましょう。はい、それでは用意スタート。皆さんこんにちは。日本一走るアナウンサーの長谷川智香です。私はゆっくり長く走ることがすごく好きでして、これまで月間はだいたい400キロから600キロほど走ってきました。またウルトラマラソンも2回完走しています。またランニング以外にもですね、キックボクシングですとか、あとゴルフ、水泳、スノーボードとスポーツが大好きです。そして仕事ですが、これまで山形県、徳島県、福島県と3つの県の地方局でアナウンサーとして働いてきました。今年の6月からは東京に拠点を移しまして、フリーアナウンサーとして走り始めました。これからはランニングやマラソンのイベント、大会など多岐にわたってランニングに携われたらいいなと思っています。皆さんと会場でお目にかかれることも楽しみにしています。さあ、この企画では私がサブ3に向けて精一杯頑張っていきますので、皆さんの温かい応援をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。以上、長谷川智香でした。
ということでともかちゃんのサブスリー企画スタートしました。第1回目は私が何度もやりました荒川5キロ TT にチャレンジしてもらっています。ともかちゃんに5キロどれぐらいで走るって聞いたら、本当に走ったことないんで全く分かりませんっていうことだったので、引っ張ると言ってもどれぐらいで引っ張ったらいいのかなと思いながらスタートしたんですが、結構ねスタートしたてグイグイ来てキロ4キロぐらいだったんで、ちょっとさすがにそれは早いかなと思って、もう少しなんて言って4分10ぐらいで走っておりますけれども、さあともかちゃんは今日どんな走りを見せてくれるのでしょうか。そしてこのウェアの差、私はノースリーブに短パン、ともかちゃんはしっかりとアームウォーマーをつけてタイツを履いて日焼け対策をしております。私はこの後黒けっけになりまして、日焼けで肌が痛くなりましたので、皆さんも日差しの強い日は日焼け止めなどお気をつけください。ただですね、スピード練習とかが入ってくるとタイツとかはちょっと邪魔になっちゃうかなっていうので、皆さんにお伝えして、その辺はねちょっと頑張りますって形でね言ってもらえたので、これからその辺の進化も楽しみにしていただけたらと思います。2キロ目はね4分24とちょっとねペースダウンしております。ともかちゃんに大丈夫って言うと、先ほど聞いていただいた美声のように大丈夫ですみたいな、ちょっと全然真似できてないけど、すごいねしっかりした受け答えするんで、大丈夫なのかなってねこっちは思っていて、もうちょっと上げられるのかなって思ってしまうぐらいしっかりとした受け答えなんですよ。でただ本人めちゃくちゃきついんですよ。心拍もこの時ね190ぐらい上がっちゃっていて、もうめちゃくちゃ頑張ってます。3キロ目は4分42。長谷川さんの課題について解説していきます。まずランニングフォームについて、股関節の使い方、着地、上半身の使い方、この3つに大きなポイントがあると思います。1つ目は股関節の動きについてです。まずフォームを見た時の第一印象は足が全然上がっていないという印象でした。足が全然上がっていないので、膝下を頑張って前に進もうという意識が働きます。で、地面を這いつくばるような、溺れるような走りになっていくので、頑張っているのに前に進んでいかないということになっていきます。で、これは腸腰筋が硬かったり、股関節の動きが悪いのでお尻も使えていなかったり、そして前ももに負担がかかっていたりするので、この問題を解決していく必要があります。2つ目は着地ですね。誰が見ても、2イン2アウトだと思います。膝が内側に入ってつま先は外に向くっていうことが起こっています。膝にとってすごく窮屈な走り方になっていると思いますが、原因は膝にはなくて股関節と足元に大きなポイントがあると思っています。ここを改善していかないと膝だったり足元の怪我をしてしまう可能性があるので、ここを改善していきましょう。3つ目は上半身についてです。気になったこととしては、首が左に傾いてしまったりとか、肩がどんどん上がってきてしまったりとか、その左右のバランスと、あとは腰も硬そうだったので、おそらくコアに刺激が入っていないだろうというところが気になりました。脊柱、背骨がストレートになってしまっていることと、肩甲骨周りが硬くなってしまっていることに原因があると思います。そうなると下半身との連動も出てこないんですが、おそらく丸1番と丸2番股関節の着地の影響が大きいんじゃないかなというふうに思います。なのでここをトータルして改善していく必要があります。長谷川さんへのアドバイスとしては、先ほどの課題点を改善するためにストレッチやトレーニングに取り組むことが一つ、そして走るときは、無理に前に進もうっていうよりは、大きく伸びやかな動きを意識してもらうことが一つ、そしてもう一つは普段の練習ですね。股関節周りを中心にしたダイナミックなフォームを、習得してほしいので、ドリルだったり動き作りだったりウォーミングアップをしっかりした上で、スピードトレーニングを週に1回ぐらいは行ってほしいです。今は距離を500から600キロ走られているということで、大体その半分でもいいんじゃないかなと思います。スピードトレーニングをうまく使って、心肺機能を向上させて、ある程度ですね体をフレッシュな状態に保っていくと、パフォーマンスもどんどん上がってスピードも上がっていくと思うので、楽勝にサブ3ができると思います。練習メニューを見直しながら、体の使い方を見直しながら目標のサブ3に向かって頑張っていきましょう。ともかちゃん、人生初の5キロ TT フィニッシュまであともう少し。
私は最後ね苦しくなると顔にすごく出るタイプなんですけど、ともかちゃん職業柄ですかね、苦しそうな顔しないんですよ。ただねこの時も心拍はもう190とバクバク上がって頑張ってます。ともかちゃんは10キロのベストが43分、ハーフマラソンのベストが1時間34分、フルマラソンのベストが3時間13分と全ての距離で同じペースで走っていくんですね。これからねスピード練習とかやってってどんな風に成長するのかっていうのが楽しみですね。黒川コーチの指導のもと一緒に頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんともかちゃんのサブ3への道応援してください。ともかちゃんラスト頑張れ誰かと争う勝利でなく自分の勝利を勝ち取るんだ。やるべきことは知ってるだろう。はい、じゃあともかちゃん、お疲れ様でした。ありがとうございます。いや思った以上にきつくてびっくりしました。そうだよね。これをね超えてくって感じでね。だって、今のそうですよね、今フルマラソンの5キロ通過よりやっぱだいぶ遅い感じそうね。なんで、うん。いやなんか体は全然問題ないんそんですけど、な感じだ。なんか心配が追いついてこない感じがしました。でもやってないから心肺が育ってないだけだから全然この時点でこれぐらい走れて暑かったしっていうので参考だからね今日はね。ただ汗かかないね本当。嘘。でも汗かかないから逆に熱中症になりやすいかもしれないから、はい本当水分をね、はいしっかりとってあげて、ぜひですねともかちゃんのサブ3を応援しつつ、皆さんの記録更新もね自分自身を自分で応援しつつね、みんなで頑張っていきましょう。よし。じゃあお疲れお疲れ様でした。頑張ろう。はい。はい、じゃあお疲れ様でした。ありがとうございました。 5キロ TT の感想は？いや思ったより走れないですね。そういうもんだよね。なんか体は疲れてないんですけど、やっぱ心拍数をこんなに上げる練習って多分2年くらいやってないんで、やっぱ辛かったですね。初めねはい。ちょっと早いっていうぐらい早かったの。そうなんです。最初水差についていこうと思ったら、なんか体が最初軽くて、抜かれると思ってなんかこのままいけるんじゃないかと思ったんですが、思ったですがやっぱ現実はそんなに甘くなかったんです。私もさどのくらいなのみたいな感じでもうドキドキしながら、そうなんですよハーハーした感じがしないからさ、でも心配きつかったんだよね。結構やっぱバクバク言ってて、そういうことなんだよね。なんか体は前に行こうとするんですけど、心拍が追いつかないっていう感じでした。なので見てる人はねもっといけるだろうって多分ね思ってると思うぐらい汗もあんま出てないし、いやちょっと損ですねそれ。私はきついみたいな感じになっちゃうタイプだからさ、いやすごいね。私そうなんですさすがアナウンサーですね。いやいや常に平常心を。ちょっとその職業スイッチが入ってるかもしれないですね。でも今日本当に頑張りました。自分の中ではもちろん。頑張ったで今日をベースにこれからメニューとか組んでもらって、じゃあこれからどんどんな成長していくのか、皆さんともかちゃんを応援してください。はい、お願いします。目標は3月の東京マラソンです。はいそれではまたね。